おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する注目の最新ニュースを3つの切り口からお届けしていきたいと思います。まず、テスラ株がこの数日で大きく上昇していることをご存知でしょうか？投資家の心理が一気に変わり、テスラ弱気派だった人たちまでもが強気に転じたという話題が出てきています。そして、その背景にあるのは、ある非常に重要な動きがありました。それがテスラがネバダ州でロボタクシーの行動テストを公式に許可されたというニュースです。これはカリフォルニア、テキサスに続く3つ目の州となり、着々とアメリカ全体での展開が現実味を帯びてきました。さらに、イーロン・マスクさんの政治的な発言についても、テスラの会長が公式にコメントを出しました。イーロン・マスクさんの発言は、業績に影響しないと明言し、社内の姿勢を示した形です。今日はこれらの話題をテスラオーナーとして、そしてテスラ株投資家としてどう受け止めるべきなのか、その視点から一つ一つ分析的に解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。きっと今後のテスラの動きを読み解くヒントが得られるんじゃないかなと思います。では内容に入っていきます。まず最初に取り上げたいのは、テスラ株がここ数日で大きく上昇しているという事実です。9月12日の報道によれば、テスラ株は連日で5から 6% ほど上昇しており、株価は年初来の下落をほぼ取り戻す水準まで回復してきています。この株価の上昇にはいくつかの要因が複合的に絡んでいると考えられます。一つはテクニカルな観点です。テスラリティの記事では株価が200日移動平均線を維持していることや抵抗線を突破する動きが見られることが投資家心理を後押ししていると指摘していました。また投資家のセンチメントも改善しています。これまでテスラに対して弱気だった一部の市場関係者が短期的には買いと判断し始めたという動きも出ています。これによって空売りしていたポジションが巻き戻されるショートスクイーズが起きた可能性があるとも報道されています。さらに税制面での要因も無視できません。アメリカでは電気自動車に対して最大$7500の税額控除が適用されていますが、この税額控除は今月末で終了予定です。そのため現在駆け込み需要が生まれ、結果として販売台数が上昇し、株価にも好影響を与えていると見る向きもあります。このようにテクニカル、センチメント、精度のタイミング、複数の材料が重なった結果としてテスラ株が一気に上昇したという流れです。ただしここで重要なのは一時的な反発なのか、それとも本格的な回復の兆しなのかという視点です。この後に紹介するロボタクシーのニュースは、その判断材料としても非常に大きな意味を持っています。では次の内容に入りたいと思いますけれども、テスラ株の上昇を語る上で見逃せないのがこちらの話題です。テスラがついにネバダ州でロボタクシーの行動テスト許可を正式に取得しました。これは2025年9月3日に申請され、同月10日に正式承認されたということで、同時にネバダ州の運輸局から自立走行車用のナンバープレートと登録証も発行されています。これによりテスラのロボタクシーはカリフォルニア、テキサスに続き3つ目の州での行動テストが可能になりました。しかしここで一つ大切なポイントがあります。今回の許可はあくまでテスト走行の許可であり、商業運転、つまり有料でお客さんを乗せるにはまだ追加の手続きが必要です。具体的には、Operations Self-Certification という自己認証が必要で、これはテスラ自身が全ての州の基準を満たしていると証明しなければいけません。この認証が通ると適合証明書が発行され、晴れて商業運行が可能になります。実はアメリカでは、こうした自動運転車に関する法制度は州ごとに大きく異なります。ネバダ州はその中でも比較的柔軟な規制を採用しており、テスラにとっては技術開発と実証実験を進める上で非常に重要なエリアと言えるでしょう。では最後に取り上げるのは CEO イーロン・マスクさんの政治的な発言がテスラに与える影響についてです。これまでもイーロン・マスクさんは X を通じて政治や社会問題に関する意見を積極的に発信していました。その発言が物議を醸すこともあり、イーロン・マスクさんの発言がテスラのブランドや販売にマイナス影響を与えているのではないかという指摘が一部で出ていました。そんな中報じられたのがテスラの会長であるロビ
リン・デンホルムさんの公式なコメントです。彼女はイーロン・マスクさんの政治的活動に関して、それは彼個人の行動であり、会社の業績には影響していないと明言しました。さらに、イーロン・マスクさんはテスラの中心にいる存在であり、私たちは彼のリーダーシップに信頼を置いているとも語っています。つまり取締役会としては、イーロン・マスクさんの発言がたとえ賛否を呼んでも、テスラのビジネスに大きな悪影響は出ていないという立場を明確に示した形です。この発言はイーロン・マスクさんに対して再び報酬パッケージが提案されたタイミングと重なっており、会社としても引き続きイーロン・マスクさんを中核に据えていくという意思表示とも読み取れます。ただしここで重要なのは市場がどう受け止めるかです。現にこのニュースの直後、テスラ株は 6% 上昇しており、市場としてはポジティブに受け止められた可能性があります。そして現在は394ドルまで一気に上昇し、400ドル目前となっています。ただしこの上昇については先ほども話しましたけれども、他の要因も複合的であると思います。そして視聴者さんの皆さんの中にもテスラという企業とイーロン・マスクさんという人物をどこまで切り離して考えるべきか悩む方もいらっしゃるかもしれません。ただ一つ言えるのは、会社としてはイーロン・マスクさんのリーダーシップを引き続き重視していて、今後の戦略実行においてもイーロン・マスクさんが前面に立つ体制には変わりないという点です。では最後に今日の内容を簡単に振り返っていきたいと思います。はい。では今日はここまでテスラに関する最新の3つの注目トピックをお伝えしてきました。まずはテスラ株の上昇について、テクニカルな動き、投資家心理の変化、税制面での要因など、複数の要素が重なっていることが分かりました。そしてテスラがネバダ州でロボタクシーの行動テストを許可を取得したというニュース。これは単なる地域の拡大ではなく、将来的な商業化に向けた大きな前進です。さらに、イーロン・マスクさんの政治的な発言に関する懸念に対して、テスラの会長が公式に業績に影響はないとコメントしたことで、会社としてのスタンスも明確になってきました。これらの動きはすべて今後のテスラをどう評価するのかという問いに直結しています。テスラは単なる EV メーカーではなく、自動運転や AI、そしてリーダーシップのあり方を通じて未来のモビリティと社会のあり方そのものに挑戦している企業です。皆さんは今日の内容を通じてテスラに関してどう思われましたか？株主として、オーナーとして、そして一人の未来志向の消費者として今のテスラをどう見てらっしゃいますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたが、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上乗っているテスラとかがかなりお買い得だと思います。なので新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら僕は中古をお勧めします。毎週中古テスラの情報を見ていますが、モデル3に関してはハイランドも出てきています。モデル Y も最近は増えてきました。もし中古のテスラに興味のある方は概要欄の僕のサービスの一覧から中古テスラ情報の LINE を用意していますので登録されてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしています。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひ情報だけでも欲しいって方は登録されてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。